皆様こんにちは。カメラマンの原亀です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ちょっとですね、最近実生活で、バタバタしておりまして、なかなか動画を作っておりませんが、細々続けていきますので、何卒よろしくお願いいたします。今回はですね、40ミリをテーマに、お話をさせていただきたいと思います。その前にですね、以前、ZFC の回で、作例写真を、撮影させていただきましたが、今回、地方競馬オーナーズの社台のですね、カタログに、見開きで使っていただいております。ありがとうございます。APS-C サイズの画像でも画質がこれぐらい、引き伸ばしても大丈夫だぞと、クオリティのチェック、気になる方はですね、していただけるんじゃないかなと思います。表紙もですね、毎回やらせていただいております。コラージュ写真ですね。この辺も、チェックしていただければと思います。ありがとうございます。で、今回は 40mm ということで、ちょっとですね、ニコンの、ちょっと小さいですね。よく蒔絵レンズなんて言われてますが、40mm の F にですね、こちらになります。これをですね、プラスチックマウントなんですけれども、安価な設定ですね。だいたい3万円程度の、単焦点レンズになります。それとちょっと、酷かもしれませんが、シグマの 40mm の、1.8 ですね。こちらになります。これと比較しまして、安いレンズがどの程度撮れるのかというのも例によって、TCK のナイターで、比較してみましたので、ぜひ参考になさってください。なかなかですね、3万円のレンズでしょ？そんな写りがいいわけないでしょうって思われると思うんですけれども、果たしてですね、そのシグマさんの、明るくて描写の良い 40mm との比較で、どの程度勝負できるのかというところをですね、チェックしていただければと思います。写真はですね、比較的、そこそこ古いレンズでも、大丈夫だと思いますね。ただ動画になりますと、オートフォーカスがギシギシ言ったり音を立てる、傾向にあります。古いレンズはですね、もともと写真を撮るように作られていますので、動画の時にやっぱり音が出てしまうことがありますので、オートフォーカスの時にですね、イオンがしたり、そういうレンズって結構あるんですよね。ですから写真は持っても、動画は厳しいというレンズは結構あります。例えばですね、ニコンのマクロレンズの 105mm ですか。それを僕も結構ですね、ギリギリになって買ったんですよね。Z マウントで使おうと思って。そしたら買ってから2、3ヶ月後ぐらいに発表になりまして、新しい 105mm ですか。大丈夫だろうと思って使っていたんですが、写真はね、ある程度大丈夫なんですけど、やはり動画を撮っている時にはですね、音がカチ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 しまして、さすがに動画では使えないなということで、買ったばかりのピッカピカのレンズをですね、泣く泣く新型の Z マウントの 105mm に買い直したという経験がございます。ですからですね、動画は比較的オートフォーカスが方式がちょっとですね、静かな、AF が、搭載されてないと、動画の時に音が入るということがですね、頻繁にありますので、写真を撮ってる分にはいいんですが、動画もやられる方はそこは注意していただいた方がよろしいかと思います。それではですね、作例ですね、40mm の作例を、見ていただけたらと思います。ちょっとですね、時間がなくて、付け焼き場的なところがあるかもしれませんが、そこはぜひご容赦いただいて、またですね、やりたいこともたくさんあります。料理写真だったりですね、ガンプラもまだまだ
続けていこうと思いますし、あとですね、いろんな撮影方法もご紹介できればと思いますので、チェックしていただければと思います。では、よろしくお願いします。